こんにちは、みどりです。今日はこちらのミニバッグを一緒に作っていこうと思います。完成したものはこんな感じですね。中もこんな感じで、これはここからここまでは2本の毛糸を引き揃えて三つ巻き長編みという編み方で編んでいます。で、最後はまた細編みで白い毛糸、アクリル毛糸だけで編んでいます。で、サイズは横が約20セン21、20、20.5とか21ぐらいですね。で、縦。で、縦は17センチ。で、紐のところ、取っ手ですね。取っ手は約9センチくらいの高さがあります。で、携帯と財布、ハンカチくらいは入るサイズ感かなと思います。で、この色味がね、白のところにちょっとブルーや紫色の毛糸が色が混ざっているっていうのが、この涼しげがあってとても可愛らしい色味かなと思います。ぜひ一緒に作ってみてください。で、今回はこちらの2つの毛糸を引き揃えて使用します。で、この白い方、こちらはダイソーさんのアクリル毛糸 100% というものです。カラーナンバーは A-1 ホワイトですね。で、こちらはセリアさんのミックスシルク、カラーナンバーは10番ですね。で、使用するかぎ針は8号ですね。で、あとはハサミととじ針と、あとマーカーを用意してください。で、今回は2つの糸をこのようにして一緒に束ねて編んでいきます。まずこのように左手で糸を持ってください。で、そうしましたらまず鎖編みを編んでいきますね。針を向こう側からくるっと1回転させて、この重なっている部分を持ちます。で、糸を下から引っ掛けて穴に通す。で、親指と中指で下に引っ張ります。よいしょ。で、ここから鎖編みを13目緩めに編んでください。1、2、3、4、21、22、23、23目鎖編みを編みました。で、そうしましたら今度は細編みをこの鎖編みの周りにぐるっと一周編んでいきます。で、まず立ち上がりの鎖編みを1目編んでください。で、そうしましたら次にこの鎖編みがありますね。鎖編みの左半目と裏山に針を刺して細編みを編んでいきます。ここですね。こことこの裏山はこの後ろに返した時に真ん中にこのポコポコと出ているところとなります。ですので、この今立ち上がりの鎖を1目編みました。それの次ですね、緩めに編んだ鎖編みの左半目と裏山を針の上に持ってくるように針を刺します。下には右半目が1つだけ残っています。ここに糸を引っ掛けて引き出す。もう一度糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜きます。これで細編みが1目編めました。で、ここにマーカーをしといてください。よいしょ。で、そうしましたら今と同じようにこの左半目と裏山をすくって細編みを編んでいきます。ですね。
最後まで細編みを編み進めてきました。でそうしましたら今度はこの今編んでこなかった手前側の鎖半目に今度は細編みを編み進めていきます。で今ここの端やりましたね。そうしましたら次はここ、次はここに針を入れて細編みを編み進めます。次はここですね。でこの時にこの糸端も一緒にくるんで編み進めてください。よいしょ。1で次ここですね。でこのくらいまで来ましたら糸端は切ってしまって大丈夫です。でまたこの残りの半目ですね、半目にどんどん細編みを編み進めていきます。で最後まで編み進めてきました。でそうしましたらこのマーカーをつけておいた1目目ですね、ここに引き抜き編みをします。この細編みの頭ですね。よいしょ。でこれで底の部分ができたこととなります。で次からは三つ巻き長編みを編んでいって側面を編んでいきたいと思います。でまず三つ編み長編みは立ち上がりが鎖4目ですので4目鎖編みを編んでください。1、2、3、4。そうしましたらここの4つ目のところにマーカーをつけておきます。で次からこの2目目からどんどん編んでいくんですけども、針の刺す場所ですね、場所を側面のところは筋編みにしたいので頭のこの2つをすくうのではなくこの向こう側の上の方だけをすくいます。でさらにこれだけだとちょっと弱いので向こう側にあるこの裏側ですね、この鎖編みの細編みの頭のここの上のところ、こことその裏にあるこの小さい編み目、この2本をすくって三つ巻き長編みを編んでいこうと思います。ありますかね。いつもはここはすくいますね。いつもはこんな感じですくうかと思います。今回はこの下の部分は残します。で残して上だけだと不安なのでここと裏側のよいしょ、ここ裏側のここも一緒に針にすくって編んでいきます。ここの部分ですね。で三つ巻き長編みですので1、2、3回糸を巻きつけます。でそうしましたらここですね、2目目の鎖半目とその裏側、糸が2本上に来ています。でそこをすくったら糸を引き出します。で2本ずつ糸を引き抜きます。1、2、3、
4回、1つの網に対して4回2本ずつ引き抜きました。そうしましたら123、また3回編んで3回巻きつけて、ここですね、ここの鎖になってるようなところの半目と裏側のここを一緒にすくいます。よいしょ。で2本ずつ引き抜く。で全部をすくわなくて下を残すことでこういう風に糸がね筋状に残るんですね。でこれで底の部分とこう区別境界線っていうことになります。もう一回やりますね。123回3回糸を巻きつけたらこことその裏、ここですね。よいしょ。引き出して2本ずつ引き抜く。こんな感じの長い編み地となります。123で端まできました。で端も同じですね。3回巻いてここよいしょ。一緒にすくって2本ずつ引き抜く。よいしょ。でそうしましたら次ここですね。逆側も123回やったらこの向こう側とこの奥、よいしょ。こんな感じで2つ入ってますね、針に。よいしょ。そしたらここ同じようにぐるっと123ここでよいしょ。こんな感じでまた端まで編み進めていってください。最後まで編みました。でそうしましたらこのマーカーをつけといたところで引き抜き編みをします。この4つ目ですね。4つ目の鎖半目と裏山を拾って引き抜き編みをします。これはキュッと引き締めてください。これで1段できましたね。でこれ今と同じようなことですね。次また鎖4目やって三つ巻き長編みをぐるっと1周、これを5段編み進めてってください。最初だけ少しやりますね、一緒に。123立ち上がりの4目ですね。そしたら次ここ123回巻いたらこの三つ巻きの長編みの上、鎖編みのここの頭の下に針を入れてください。この下
で2本ずつ、よいしょ、2、3、4回引き抜きます。また1、2、3で、次ここですね、この穴のところ、1、2、3、4、こんな感じでどんどん編み進めていきます。でここ頭の下、はい、5段編み進めてきました。こんな感じですね。このもう袋状になっています。で最後も引き抜き編みをしてぐるっと一周閉じた感じですね。でここまで来ましたら、この白いアクリル毛糸のみで次からは編んでいきます。ですのでこの細い方の糸は10センチほどでハサミで切ってしまってください。でそうしましたら、次からはこの白いアクリル毛糸のみで細編みで2段ぐるっと編み進めていきます。まず立ち上がりで鎖編み1目編みますね。よいしょ。でそうしましたら、この鎖編みで立ち上がった上のところに細編みを1目編みます。1、次はこの三つ編み長編みの頭、この鎖編みになっているところのすぐ下ですね。よいしょ、ここに針を刺して細編みを編みます。でこれをぐるっと一周やって、またさらに2段細編みを編み進めていってください。細編みを2段編んできました。でそうしましたら、また立ち上がりの鎖編みを1目編んで、この同じところですね、同じところに針を入れて細編みを編みます。でここにはマーカーしといてもらえると次編む時に分かりやすいかなと思います。よいしょ。でそうしましたら、次この段は取っ手を作っていきます。で今の細編み1目も含めて全部で7目細編みを編んでください。ですのであと6目ですね。2、3、4、5、6、7編みました。でそうしましたら、鎖編みだけを30目編んでください。1、2、3、4で30目編めましたら、9目開けて10目目に細編みを編んでください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここですね。ここに細編みをします。よいしょ。でそうしたら、この細編みを含めて14目ぐるっと裏側に来るまで細編みを編み進めていきます。2、3、4で14目編み進めてきました。でそうしましたら、この反対側
と同じようにまた鎖編みを30目編んでいきます。12330鎖編みを編みました。そうしましたらまた9個開けて10目めに細編みを編みます。123456789個開けて10個目、ここですね。ここに細編みを編みます。でそうしましたらあと7目、これ加えて7目なのであと6目ですね。1234566、6目ある。1、2、3、4、5、6、7目編みました。でそうしましたら先ほどマーカーしてたところで引き抜き編みをします。よいしょ。ですね。でこちら側も一緒に引き抜いてキュッと引き締めます。でそうしましたらまた立ち上がりの1目を編んで同じところに細編みでここにマーカーをします。よいしょ。でそうしましたら今度はここまで普通に細編みしてこの鎖編みのところにも細編みを編んでいきます。でそうしましたら次鎖編みがありますね。でこの鎖編みの真ん中に針を刺して針の上にこの鎖編みの向こう側半目と裏山が針の上に来るように刺してください。2本上ですね。で針の下には手前側の半目が1つ来ています。でこれで引き抜いてよいしょ、2本一緒に引き抜く。これで細編みが1つできました。これをすべての鎖編みで細編みを編んでいきます。よいしょ。でまたここもよいしょ。こんな感じで1目鎖編み1つに対して細編みを1目どんどん編んでいきます。こんな感じですね。でこの鎖編みが終わったらまた細編みのところを普通に編む。で逆側も今編んだのと同じように鎖編みのこの上側上側の半目と裏山を拾いつつ細編みを編んで一周ぐるっと編んでってください。でぐるっと一周編んできました。もうこんな感じでなってますね。でそうしましたら最後また立ち上がりで鎖編みを1つでここ同じ場所に針を入れてでどんどん細編みを編み進めて最後にもう一周ぐるっと細編みを編んでってください。それでこれバッグが完成となります。では細編みを編んでいきます。で取っ手まで来ましたらこの取っ手はここの鎖編みが上にありますね。でここの鎖編みの頭よいしょ、
こんな感じで針を入れます。でここも同じように細編み、ここもよいしょ、こうですね。で取っ手はこのようにして細編みを編んでいきます。ではぐるっと一周編んでってください。最後まで細編みを編みました。でそうしましたら最初のここの1目目ですね、立ち上がりではなくて細編みの1目目に針を刺して引き抜き編みをします。よいしょ、キュッと締めてください。でそうしましたら10センチくらいでハサミで切ってください。よいしょ。で針をそのまま抜きます。よいしょ。で最後に糸処理をして完成となります。ここ2本ですね。とじ針に糸を通して、よいしょ、糸を裂くように針を入れるとより絡まって抜けづらくなります。こんな感じで、そしたら違うところから刺しつつ戻ります。よいしょ。でもちょっと違うところも刺しておくと、これでハサミで切ります。よいしょ。こっちの細い方も同じように糸処理しますね。こっちもこの細編みの方に少し糸を絡め、針を絡めた方がいいですね。この長いところだとほどきやすいので。よいしょ。よいしょ。これでバッグの完成となります。すごい、とってもね、こんな感じで。で中もこんな感じになってます。手のひら2つ分ぐらいの大きさですね。で今回初めてこのミニバッグというのを一緒に作ってみましたけども、この大きさの割には三つ巻き長編みというのでどんどこ編んでいくものですので、そんなに時間はかからないかな。でもまあミニバッグですのでね、今までの私の作品の中では一番の大作ですね。でも可愛くできたんじゃないかと思います。ぜひ一緒に編んでみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバイ。